皆さんこんにちは。カシオ腕時計マニアックスのショーです。今回はこちらの腕時計カシオ G-SHOCK GA2110SU3A をご紹介いたします。お話しするのはこの内容で、かっこよくてお値段もお手頃、初代 G-SHOCK を継承したデザイン、新構造の二重形成のベゼルカバー、カーボンコアガード、バンドは簡単に取り外し可能。バンドの付け根がグラグラする。薄くて軽いので装着感が良い。針の夜光塗料は7時間以上の長時間発光。ライトもつくので夜間の視認性も問題なし。時刻合わせなどの設定方法の説明。ストップウォッチなどの操作方法の説明。ここが残念。ここに注目。という順番でご説明します。この目次は同じ内容を説明欄に書いておきます。長い動画なのでお時間のない方は興味ある部分だけでも見ていただければと思います。では本題に入ります。まず気になるお値段なんですが、メーカー希望価格が消費税込みで 15,950 円です。G-SHOCK といえば1万円前半。もっと言うと1万円以下もあるので、正直それと比べたらお高いといえばお高いです。ですが、このデザインでざっくり1万6000円はかなりお買い得です。いやいや、もうちょっとお金を出したらもっといいのがあるよね、という意見もあると思います。確かに上位機種にもかっこいいのはたくさんあります。ですが、これだけシンプルでしかもかっこいいというのは上位機種にもちょっと見当たらないです。特にかっこいいと思うのがこのカラーリングです。艶消しの緑と黒のコンビネーションがとっても渋くていい感じだと思います。カシオはこの配色のことをユーティリティカラーと呼んでます。ユーティリティというだけあってミリタリースタイルはもちろん他のいろんなファッションにもマッチしそうです。もちろん色だけじゃなくてこの形、特に八角形のベゼルがかっこいいです。で、この八角形ベゼルが某高級腕時計にちょっと似ているということで、一部ではロイヤルカシオークなんて呼ばれているみたいです。でも、このデザインはパクったとか人気に乗っかったとかいうのではないみたいです。あくまでも初代 G-SHOCK の八角形を引き継いだものっていうのがカシオの主張のようです。そう言われてみれば確かにそうだなって思います。初代 G-SHOCK の子孫のこの G-SHOCK と比べてみると、ベゼルの八角形とかバンドの形とか確かにデザインを引き継いでるんだなっていうのがわかります。まあ正方形に近い八角形ではなくて正八角形になってるところは人気に乗っかってきた感がなくもないんですけど、とは言ってもアナログ時計のデザインに落とし込むならやっぱりこの形になるんだろうなっていうのは理解できます。なので初代 G-SHOCK のデザインをもとにアナログメインの G-SHOCK を作ったらこうなったというのがやっぱり正解なんだと思います。実際これの色違いモデルの話なんですけど、一時品切れになるぐらい人気が出てましたからね。もしどの G-SHOCK を買おうかなと迷ってるんだったら、この GA2100 シリーズを買っておけば間違いないです。そのくらいおすすめの G-SHOCK です。ただ、電波受信機能もソーラー発電機能もついてないので、その点についてはちょっとがっかりした人も多いと思います。確かにそこは残念といえば残念です。ただ、その分お値段がお安くなってますし、デザインがとってもかっこいいので、私としてはそこは全然気にならないです。というより、よくこの値段で出してくれたっていう感謝の気持ちの方が大きいです。というのもすごく地味なんですけど、実はすごい技術が使われてるんです。それが何かっていうと、このケースの土台部分と枠の部分が色分けされていることなんです。それの
どこがすごいのって思われたかもしれませんが、これって実はめちゃくちゃ高い技術が使われているはずなんです。ちょっと考えてみてほしいんですけど、こんな風に二色構成にするとしたらどうやって作ると思います？普通だったらこの腕時計のように別パーツにして合体させるか、こっちの腕時計のようにメッキか塗装で塗り分けると思うんです。ですが、この G-SHOCK は完全に一体化してるんです。違う色の樹脂で色を分ける。しかも完全に一体化させる。これって本当にすごい技術だと思いません？色の境目は完全にまっすぐです。本当にどうやったらこんなの作れるんだろうって感じです。これについては、カシオの製品ページには、新構造の二重形成のベゼルカバーを採用って感じで、さらっと書いてあるだけなんです。でも、もっとアピールしてもいいんじゃないのって思うんです。で、なんであんまり強くアピールしないのかというのを考えてみたんです。それで思ったのは、この G-SHOCK に関しては、新構造の二重形成のベゼルカバーが作りたかったんじゃなくて、このデザインでこの配色の G-SHOCK が作りたかったんじゃないかなと。そしてそれを実現するためには新構造の二重形成のベゼルカバーが必要だったと。つまり見てほしいのは技術じゃなくてデザインの方なんだと。なので技術面についてはあんまりアピールするつもりがないんじゃないかなって思うんです。実際アピールしたい技術はこれじゃなくてカーボンコアガードのはずなんで、カーボンコアガードあってこそのこのデザインなんです。で、そのカーボンコアガードって何かっていうと、ケース素材に高強度で割れにくく耐候性に優れたカーボン繊維入りファインレジンを使用したというもので、この黒いところがそのカーボン繊維入りのファインレジンです。本当はベゼルを外して中身を取り出せばよくわかるんですけど、外すときにベゼルを壊しそうな気がするんで、今回はご容赦ください。その代わりバンドを外して、そこから黒いところを見てみたいと思います。このレバーをスライドさせると簡単に外せるようになっているので、バンドなら外しても大丈夫です。ただ、外す前に一つ説明を聞いてください。それは外しやすくなったのはいいんですが、その弊害というか、副作用があるみたいなんです。というのが、バンドの付け根がこんな感じでグラグラするんですよ。こんな感じ。私の記憶が定かでなくて、最初からこうだったのか、使ってるうちにこうなったのかは正直思い出せません。ですが、どっちにしてもこんなにグラグラするのはちょっと残念です。やっぱり G-SHOCK ってがっちり作ってやる印象が強いんで、もしかしたら私のところに届いたのが運悪くたまたまグラグラするのかもしれません。ただ12時側も6時側も両方ともグラグラしてるので、たまたまという可能性は低くて、やっぱり構造上の問題なのかなと思ってます。つまり外しやすくした結果、グラグラしやすくなったんじゃないかなと。ただですね、これ見てがっかりだとか、買おうと思ってたのにやっぱりやめたとかは思わないでください。というのも、ちょっと一工夫すると、このグラグラは解消できるんで。その方法は、この動画の最後でご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、ちょっと話がそれてしまったので、元に戻してバンドを外してみることにします。このようにマイナスの精密ドライバーでレバーをスライドさせながら、バンドを後ろから押し込むと外すことができます。反対側も外してみましょう。こんな感じで外すことができました。こうやって簡単に外せるので、そのうち替えバンドが単体で発売されるんじゃないかってつい期待してしまいます。で、この黒いところがカーボン繊維入りファインレジンです。
これが中のモジュールを保護しているというわけなんです。このカーボンコアガードの最大のメリットが 11.8 ミリというこの薄さです。これは G-SHOCK の穴デジモデルの中で一番の薄さです。やっぱり針を衝撃から守るにはどうしてもケースを厚くする必要があったんだと思います。多分今まではそれを逆手にとって重厚なデザインに落とし込んでいたんだと思います。ですが、カーボンコアガードを開発したことで、ようやく薄型の穴デジ G-SHOCK を作ることができた、そんな感じなんだと思います。このぐらいごついのもいかにも G-SHOCK って感じでいいとは思うんです。ですが、どうしても腕に乗っけた感が出てしまうんです。その点、この GA2110 は薄型なので、装着した時の収まりがとってもいいです。参考までに私の手首周りはおおよそ17センチです。その私がつけるとこんな感じです。なかなかちょうどいい感じに収まってますよね。薄い上に 51g と軽いのでとっても装着感がいいです。実はこの腕時計を買ってからほぼずっとつけっぱなしにしてるんです。もう3週間以上は経過してます。やっぱり実際に使ってみないと詳しいことは語れないよねっていうことで、試しにお風呂と手を洗うとき以外は寝るときもずっとつけたままで生活してみました。そしたら本当に装着感がほぼノーストレスということが分かりました。装着感が良くない腕時計だとすぐ外したくなるんですけど、これに関しては途中で外したくなることは全然ありませんでした。逆に外すと物足りなかったぐらいです。さすがに寝るときにつけても意味ないんじゃないかなとは思いました。でも実際にやってみたら意外な発見があったんです。それはふと目が覚めたときに今何時ってときに時刻が確認しやすかったんです。というのも針に夜光塗料が塗ってあるので、いちいちライトをつける必要がないからなんです。しかもこの夜光塗料の発光時間が長くて朝までずっと光り続けてました。私が確認した結果では少なくとも7時間は光り続けました。残念ながらこのインデックス部分は光らないんですけど、それでも時刻を確認するには十分です。もちろんライトをつけることもできます。こんな感じで右上ボタンを押すとライトがつきます。なのでライトをつければより確実に時刻の確認ができます。この辺は普通のアナログ時計にはないメリットです。ライトの点灯時間は初期状態では1秒なんですが、3秒に変更することもできます。なので夜間の視認性を重視する人は3秒に設定すればもっと使いやすくなると思います。実際に3秒に変更してみるとこんな感じで光ります。電池の持ちを重視するなら1秒ですが、その辺はお好みで設定すればいいと思います。ということで、ここからはライト点灯時間などの設定方法をご説明することにいたします。この腕時計で設定できる内容は、ホーム都市、サマータイム、12時間表示と24時間表示の切り替え、時刻合わせ、カレンダー合わせ、操作音のミュート切り替え、ライトの点灯時間です。設定を変更するには、最初に左上ボタンを長押しします。すると、ピッと音が鳴ると同時に、針が退避して設定モードに切り替わります。最初はホーム都市の設定です。この腕時計を使用する場所と同じタイムゾーンの都市を選びます。このように右下ボタンを押すと都市が西から東に移動して、右上ボタンを押すと逆送りに移動するので、設定したい都市が表示されるまで右側ボタンを繰り返し押します。次に左下ボタンを押すとサマータイムの設定に切り替わります。
ここで右側ボタンを押すとサマータイムのオンオフが切り替わります。右側なら上下どちらのボタンでも変更できます。このように左下ボタンで設定対象を変更、右側ボタンで内容変更という手順で設定していきます。そして次は12時間表示と24時間表示の切り替えです。右側ボタンを押すと12時間表示と24時間表示が切り替わります。次は時刻合わせです。左下ボタンを押すと秒が点滅します。この状態で右下ボタンを押すと秒が0リセットされます。さらに左下ボタンを押すと時が点滅します。そして右側ボタンで時刻を変更します。右下ボタンを押すと進んで、右上ボタンを押すと逆戻りします。分の変更も同じ手順で行います。次が年、月、日で、これらの設定も同じ手順で行います。次がボタン操作音のミュート切り替えです。これをミュートにすると操作音を消すことができます。鳴らしたいときはキーと8分音符の表示に戻します。最後はライト点灯時間の設定です。右側ボタンを押すたびに点灯時間が1秒と3秒に切り替わりますので、好みの秒数を選びます。設定が終わったら左上ボタンを押します。すると通常の時刻表示に戻ります。もちろん左上ボタンはいつ押しても構いません。例えば24時間表示だけ変更したいとします。その場合は24時間表示への設定変更が終わった段階で左上ボタンを押せば設定が完了します。続いてストップウォッチなどの各機能も使ってみましょう。この腕時計にはワールドタイム、ストップウォッチ、タイマー、アラームが装備されています。それぞれの機能を使うには左下ボタンを押して表示を切り替えます。で、それぞれの機能の使い方を説明する前に針の対比方法についてご説明しておきます。この腕時計は文字盤の中に液晶が配置されているので、時間帯によっては針が邪魔で液晶が見えないことがあります。そんな時は右上ボタンを押しながら左下ボタンを押すといいです。そうすると針が対比してくれるので液晶が見えるようになります。この針対比機能はこれから説明するすべての機能で使えるので覚えておくと便利です。それでは各機能の操作方法を説明します。まず最初は基本時刻表示の時の操作です。基本時刻表示の時に右下ボタンを押すと時刻表示とカレンダー表示を切り替えることができます。時刻はアナログ針で確認できるので、普段はカレンダー表示にしておいて、ピンポイントで現在時刻を確認したいときに時刻表示に切り替えるのがおすすめの使い方です。そうすることでアナログとデジタルの得意分野のいいとこ取りができるので、とても便利に使えると思います。そして左上ボタンを押すと、現在設定しているホーム都市が2秒間表示されます。次はワールドタイムです。左下ボタンを押すとワールドタイムに切り替わります。ワールドタイムに切り替えると都市名を
スクロール表示した後にその年の時刻が表示されます。右下ボタンを押すと年を変更することができます。ただ残念なことに右上ボタンを押しても年を逆送りすることはできません。ライトがつくだけです。で、操作方法に話を戻すと、この状態で左上ボタンを押すと年名が表示されます。今、どの年の時刻が表示されてるんだっけとかいう時に便利です。さらに左上ボタンを長押しするとサマータイムのオン、オフを切り替えることができます。サマータイムをオンにすると、この DST のところにインジケーターが点灯します。もちろん、サマータイムは年ごとに設定が可能です。なので、どこかの年をサマータイムにしたからといって、他の年までサマータイムになってしまうということはありません。そして次がストップウォッチです。使い方は簡単で、右下ボタンを押すとスタート。もう一度押すとストップします。そして左上ボタンを押すとリセットされます。左上ボタンにはスプリットタイムの計測機能も割り当てられていて、計測中に押すとスプリットタイムが表示されます。もう一度押すと解除されます。さらに、スプリットタイム表示中に右下ボタンを押して計測を終了すると、1着2着を同時に計測することができます。実際にやってみましょう。スタート。1着がゴール。2着がゴール。この時点で表示されている時間が1着のゴールタイム。次に左上ボタンを押すと2着のゴールタイムが表示されます。そしてリセット。という感じで使います。次はタイマーです。タイマーをセットするには左上ボタンを長押しします。するとタイマーの時間部分が点滅するので、セットしたい時間をセットします。右下ボタンを押すと進み、右上ボタンを押すと戻ります。もちろん時、分、秒は別々にセット可能で、左下ボタンを押すごとに設定対象が時、分、秒の順に切り替わります。分と秒も右側ボタンで設定を変更します。計測時間は最大24時間、最小1秒です。計測時間の設定が終わったら左上ボタンを押します。そして右下ボタンを押すと計測が始まります。計測中に右下ボタンを押すと一時停止。もう一度押すと再開します。一時停止中に左上ボタンを押すとリセットされます。そしてタイマーの残り時間が0になったらアラームが鳴り、タイマーが終了したことを知らせてくれます。実際にタイマーをセットして計測の様子を確認してみましょう。最後がアラームです。アラームは5本あり、それぞれ別の時刻を設定することができます。時報を鳴らすこともできます。アラームをセットするには最初に右下ボタンを押して何番目のアラームをセットするかを決めます。次に左上ボタンを長押ししてセットモードに切り替えます。切り替わると表示が点滅するので、鳴らしたい時刻の時、分の順に設定していきます。
設定が終わったら左上ボタンを押します。さらに左上ボタンを押すとオンとオフを切り替えることができます。もちろんオフにするとアラームは鳴りません。時報を鳴らしたいときは SIG が表示されるまで右下ボタンを何回か押します。この状態で左上ボタンを押すと時報のオンオフを切り替えることができます。せっかくなのでアラームと時報も聞いてみましょう。ちょっと長くなりましたが、各機能の操作方法をご説明しました。最後に追加で、各機能を使い終わったとき、基本時刻に戻すときの操作方法もご説明しておきます。基本時刻に戻すには、このように左下ボタンを何回か続けて押すのが普通のやり方です。ですが、この G-SHOCK にはもう一つのやり方があります。例えば今ストップウォッチを使い終わったとします。そして左下ボタンを長押ししてみます。すると直接時刻表示に戻ります。はっきり言えば素早く戻すのならピッピッピッと連打した方が早いです。ですが連打する場合はうっかり押しすぎて時刻表示を通り過ぎてしまうことがよくあると思います。でも長押しなら音が鳴るまで押し続ければいいので通り過ぎることがありません。さらに表示を見なくても元に戻せるというメリットもあります。このあたりは状況に応じて使い分ければいいと思います。このようなところまで気を配ってあるあたり、さすがカシオっていう感じです。ただ残念なところもあって、それはボタンが少し押しにくいです。このあたりは5600シリーズの悪いところまで引き継いだって感じで、もう少しなんとかならなかったのかなと思ってしまいます。実際このフルメタル G-SHOCK はその辺が改善されていて押しやすくなっているので、なおさらそう感じてしまいます。でも慣れたらそれほど不便ということでもないので、欠点ということでもないです。そして次に気になったのが G-SHOCK 主張しすぎ問題です。ベゼルに G-SHOCK、文字盤にも G-SHOCK、主張しすぎですよね。どっちか一つだけでいいと思うんです。そんなに主張しなくてもどこからどう見ても G-SHOCK っていうことはわかりますよね。デザイン的にも文字盤の方はカシオのロゴだけの方が収まりが良かったんじゃないかなという気がします。とは言ってもめっちゃくちゃ気になるっていうわけではないです。デザインがすごくかっこいいので総合的にはとっても満足しています。その中でも特にいいなって思っているのはこの半円形の曜日表示です。車の燃料系みたいなデザインがかっこよくて、時計全体の雰囲気にとてもマッチしていると思います。金属パーツ以外はほぼ全身が艶消しなんですが、このプレートのとこだけ光沢感があってちょうどいいアクセントになっているのもいい感じです。プレートのところには細かい溝が切ってあるので、見る角度によって流れるように光が反射してとってもかっこいいです。あと曜日の経過が目に見えてわかるので意外に実用的だと思います。針が回転して曜日を指すので、例えば金曜日だったら今週も1週間頑張ったなとか、日曜日なら明日からまた1週間が始まるなとか、日にちの経過が目に見えて実感できてなかなか面白いです。それと中のモジュールは別として、主なパーツはほぼ樹脂なのに
そこそこ高級感があるのもすごいです。やっぱりデザインと配色のセンスがいいんだと思います。このモデルはすごく人気が高いんで、きっと違う色のバリエーションモデルがたくさん出ると思います。なので次にどんな G-SHOCK が出るかとっても楽しみです。ということで、カシオ G-SHOCK GA2110SU3A のご紹介でした。この動画の説明欄に販売先のリンクを貼っておくので、よかったら参考にしてください。このバンドの付け根のところがこんな感じでグラグラするんですよね。これを修理といいますか、グラグラを解決してみようかなと思います。で、多分ですね、この G-SHOCK はこういった形でバンドが簡単に外れるようになってて、逆に簡単に外せるようになってるがゆえにグラグラしやすくなったのかなと。これはあくまでも私の推測なんですが、いうことで修復しようと。で、そのためにはコピー用紙を使います。こんな感じに紙を切り取ります。マイナスの精密ドライバーのプラスでもいいかな。細いやつでこれをこんな感じで筒状にパイプ状にします。この隙間の中に入れます。こんな感じです。そしてはみ出た部分を切り取ります。こんな感じで。で、これをこっち側、全部4箇所で、こっち側から入れたら、こっち側からも入れる。反対側からも入れると。で、それをバンド両方ともやるという形で、紙を入れていきます。ちなみにですね、これ今1枚右から入れてるんですけど、うまくいけばこんな感じで右から左っていう感じですね。1枚で奥まで入れることができます。うまくいけばこんな感じでやればいいし、こっちの方は片方ずつ入れたんですけど、1回でうまくいかないときは両サイドから入れればいいという感じです。そして紙を入れた状態がこういった形で元に戻すんですけども、この向きにこういう形でつけていきますので、この紙のですね、位置がですね、バネ棒をこの下に押さえつけるようなイメージです。この状態でバンドを元に戻していきます。こうすることでバンドのグラグラが解消されました。
何度か紙を入れたりしながらですね、向きを角度を変えないしながら入れれば、こんな感じでグラグラ感が解消されます。ということで、今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。